これね、LED ライトに交換した動画なんですけども、もう上げてるんですけども、実際車検通んねやろかとかね、いろいろコメントもいただいて、結構ね難しいみたいな、あかんやつもあるんでね、注意してくださいね、気をつけてくださいねってね聞いてたんで、はいはい、2回目の車検です。1回目はね構造変更で重量が重たかったんで、そこらの構造変更を済ましたんで、次はこの LED ライトに交換球をね交換したんで、それが実際通るかどうかいうのがねちょっと心配やったんですが、無事一発で合格ですわ。はい、あと1年またねボンゴ乗ってきます。はい、そんなんでね、車検行った時にクッションを下ろしたり、いろいろ、中に積んでる動くもんね、そんなんを下ろしてたんで、ついでに何やったら、ボンゴのレイアウトみたいなのをちょっとやってみようかないうことで、開けてびっくり、下ろしてないのもありましたね、いう感じですわ。はい、そんなんでね、動くものは下ろさなあかんので、下ろしたんと、それと前回はね、この蓋とか、上の部分のね、蓋がね、動くんやったらあかんのかなとか思いながらね、今回はね、無事、この状態で車検通ってます。はいはい、ここがね、今まであんまり見せてなかったんやけども、後ろにね、まだスペースあんねんけども、荷物をね、ここに入れたら、料理作ってたら、荷物がね、綺麗なもんやったらいいけどね、いろんなもん入ってたら、ちょっとかっこ悪いないうことで、見せるためのこれあれですわ。あの、薄い、薄い入れ物を作って、ほんで、実際ね、大きいもの入れた時はこれ外れるんで、ここ釘でねストッパーにしてるんでね、はい、ほんでこの状態でも後ろに、2リッターのペットボトルがね3本ぐらい入るんでね、はい、そういうので一応、見せるための入れ物ですわ。それとこの前、車中泊ねしてたんですけども、ゴミ袋を、どこに置こうかな。今までね、持ってたやつがテーブルの横に引っ掛けるやつがあったんで、それを使いたいな思ってたんですけども、引っ掛けるとこが、その部品がね、引っ掛けるとこがなかったんで、こういう感じで100均のクランプ、それようにこう、つなげて、こういう形で使うようにしましたわ。まあね、いろんな方法考えてんけども、穴開けたり、するよりも200円で済むんやったら、まあ、これでええんちゃうかないうことでね、こういう感じでして、んでここで料理したらすぐパッパッパッパってね、取っ手のついたゴミ袋ね、あれやったらこれに引っかかるしね、引っ掛けられるしね、はい、それでこれを作りましたわ。200円とで余った端材ですわ。で今持ってるやつはね、これはテーブル用のやつですわ。テーブルの横にね引っ掛けるやつですわ。作ったんがこれ。はいはい、そんなんでね、まあいろいろ考えてんけど、それとね、クッションないんでみんな開けてきますね。普段は、ここに電気も奥がね、バッテリー15ワット、1500の、ポータブルバッテリー入ってたんで、それとこれ200、400のストーブ、電気ストーブね、普通のはねちょっと背が高いんで今までずっと入らなかったんやけども、はい、これがね良かったんと、んでオンオフとか切り替えが横に回すタイプやから、押すタイプはね結構ストーブが軽いんで、押してもストーブが動いてしまうんでね、回すタイプを選んだ方がいいんちゃうかな。はいはい、それと、表からでも開けられるように穴をね、手前にも開けてますわ。でここもね、止めやんとなんか取れるように
全てね開くようにしてます。それとここの横なんですけども、配電盤の後ろはね、個室状態にして、線がね抜けたりね、漏電しないようにね部屋にしてます。それとこれが排水と給水のタンクがねここに入んねんけども、この前行ったんでね、洗った水とかねやっぱね臭いんでね、すぐ下ろしてすぐ洗って、でそのまま入れずに次行く時ですわ。でこれインバーターと AC アダプターがあそこに入ってるいうことですわ。でこれがここにはCB 管仕様のバーナーで、下が洗剤とかね。でここにね、こういう形で下のものが取れるようにしとけへんかったら、ここドア閉めたら引っ張り出すことができないんでね、これがね。で絶対、ここの部分を開けられるようにしとかないとね。それとこれ、ベッドの延長ですわ。これで180あるんでね。で料理する時のテーブル、椅子にもなるしね。それとここが小さいんですけども、9リッターしか入らないんですが、まあ飲み物だけしか冷やさないんでね、あちこち長距離行っても現地でね物を買うし、1泊とかやったらねそんなに冷やさんでも飲み物だけは冷やしたいないうことで、でこれがシンク、使う時は、でこれが水ポンプね、全て下ろしてるんでね広々としてるんですけども、でこれがコーヒーセットは上に置いてます。すぐねコーヒーはみんなこっち側と、で後ろ側はブランケットと枕と、で寝袋小さいですねは入れてますわ。いちいちねクッションの下開けんでもええように。それと運転席の頭もとね、さっきのコーヒーセットの裏側はこういう感じでまあいろいろ引っ掛けられるようにはしてるんですけどもね。それとこれね、ここは箸と包丁とかね、ナイフとかスプーンとかで、これはアルミホイルとかサランラップとか、縦に長いですね、ぴったり入るんでね。でフライパンもね。でこの下は炊飯器と IH が入って、で上はゴミ袋とか紙のお皿とかね入れるように同じとこにね戻しとけへんかったら。それとこれ今日ですわ、作ったやつ延長、テーブルの延長、まあ実際ねIH とか使わなかったらさほど問題なかったんけども、この前鍋した時にね IH 置いたら他が置きにくいな、ちょっと狭いんちゃうかないうことで、取り外しができて折りたたみもできて20センチ延長しましたわ。なんかこれねパソコンのキーボードを置くための金具みたいなのがねAmazon で売ってたんで、それの利用ですわ。部材はねパイン材の集合材かな、それ使ってますわ。ほんでね色がねちょっと違うのは、これ日焼けしてるんで塗ってんのは、オイルフィニッシュいうやつですわのクリア。木の素材が違ったら色付きのを選んだら、全然ね色の感じが木ごとに絶対変わるんでね、クリアで塗った方が全体に同じような色になるんと、ほんで日焼けしたらね結構落ち着いてくるんで、これもね日焼けしたら同じ色になりますわ。それとこんな感じで板が1枚増えたんでまた荷物になるなーってねいう感じじゃないんですわ。実はね
今までもベッドにする時に、このテーブルと他の板を2枚合わせてフルフラットにしてたんですけども、それと同じサイズのを作ったんで、ここにね入るんですわ。それから荷物はね全然増えてないし問題は全然ありません。それとこれねリアのウォッシャー液の蓋の再利用ですわ。バッテリーが中からでもオンオフできるように、と考えてます。それと人感のライトも LED のやつね、安いやつ買って、それもつけました。まあ今まででも使えることは使えたんですけども、まあ20センチ伸びたことでね、さらに使いやすくなりました。いかがでしたか？ジジイのバンライフ、参考になりました？次回もよろしく。そんなんでね、次回の動画になるかわからないんですけども、近所の川で抹茶飲んでます。それとね、なんかタイヤチェーン欲しいな思っていろいろ考えてるんですわ。あればね、行動範囲も広がるしね。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン、並びにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。インスタの方もやっております。ジジイ_70。ジジイは74歳。まもなく75歳。おおきに。おやすみ。